at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて先週に引き続き僕の部屋にゲストが来てくれています。お名前をどうぞ。2週目の出演になります。NCT の翔太郎です。翔太郎ありがとう。2週目もはいはい、ゆうたと翔太郎題して醤油の夏休みスペシャルということで、夏休み中の僕の部屋に、翔太郎が来てくれています。ちなみに今日が2回目の出演になりますが、僕の部屋の居心地はどうですか？そうです。ズバリそうですね。ズバリ本当にアットホームな雰囲気で、家に遊びに来てるような感覚ですかね。かもしれない。でも意外とねこういう感じだもんね、一緒にいる時もね、なんか本当想像してたよりも気楽に、緊張も全然してない。はいしてないかと思います。お願いします。今日もどんどんいろいろと聞いていきますので、たくさん答えていただきたいなと思います。はい、まずは1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でパラダイス。This program is brought to you by Sumato News。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ゆうたのワンポイントお知らせコーナーです。8月のテーマは NCT のミュージックビデオもぜひチェックしてほしい曲です。まずは NCT127 でチェリーバン。この曲はですね、NCT127 の力強い、ダンス、そして、ポップなね、アウト的要素も含まれていて、見ても楽しい、聴いても楽しい、そんな楽曲になっていると思います。続いては NCT127 でキックイット。この曲はですね NCT127 僕たちには欠かせない楽曲で、パワフルな、ダンス、そして力強いボーカルが組み合わさった最高の曲になっていると思うので、ミュージックビデオと合わせて見てほしいなと思います。そして最後は NCT127 で、ギンミギンミ。この曲はですね僕たちの一番新しい曲になるので、皆さんにもおすすめの一曲になってます。以上 NCT127 のミュージックビデオもぜひチェックしてほしい曲でした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さてゆうたと翔太郎題して醤油の夏休みスペシャルということで、今週も2人でお届けしています。先週はいろいろな質問でまだまだ謎に包まれていた翔太郎くんに聞きたい10のこと聞いていきましたが、今週は、僕と翔太郎くんの2人の相性を図る内容でお送りします。題して答えがまで帰れま10ということでですね。ポポー帰れま10。そうだよ、帰れま10だよ。帰れま10。まさかここでやるとはね。そうですね。ここに、僕たち2人に共通の質問が書かれています。それぞれ答えていくのですが、答えが一緒になった質問が10個出ないと終われません。相手が何と答えるかを予想して答えていかないと30分の番組に入りきらない可能性があります。僕と翔太郎くんは本当に理解し合えているのかが分かってしまうというものですね。はい、どうですか、意気込みは。これでもゆうたくんのことそうだよね。そうですよね、知らないと帰れない可能性もあるということですよね。いや俺さ先週のさ翔太郎に聞きたい10のこともそうだけどさ、俺たちさやっぱりさ、私生活で喋る時ってさそんなに質問しないの。そうですね。だからさあれ意外と知らないこと多いなってここを見て今思うもんね。じゃあ考える時間なしにしよう。早速行こう。じゃあ行くよ。旅行したい日本の街はどこ？わかるよね。これ俺じゃあ行くよ。これちなみに県で行きます。県で行きましょう。県ですね。俺知ってる？俺のこのラジオ聞いてくれてたらわかるはずだよ。本当ですか？聞いてないな。いやわかると思うんですけど。じゃあ行くよ。ちょっと待って。ちなみに翔太郎は神奈川だもんね。僕神奈川出身ですね。OK です。行きます。せーの。北海道。なんで北海道なのちなみに。いやゆうたくんなんか、そうですね、いつも大阪にいらっしゃるイメージがあるので、
まさか京都っていうのを予想もつかない。近すぎたってこと？近すぎて予想もつかないですし、北海道はちなみに僕行ったことないんですよ。だからか。はい、僕だから選んでみたんですけど。これ意外と難しいな。そうですね。寄り添っていこう。お互い寄り添っていこう。はい。それはもう自己中なあれはダメだ。わかりました。そう。寄り添って。寄り添っていきましょう。寄り添って。はい。じゃあ行くよ。シャワーを浴びるときに最初に洗う体の部分はどこ？これはどうですか、ちなみに。これは、でも、一択しかないと思うんですけど。ゆったくん。だから、だって、はいはいはい。水を流れるところが。そうだよね。じゃあ行くよ。流れるところ。はい。せーの。頭。イエーイ。それ頭だよね。はい。ちなみに最後、顔ですね。顔なんだ。はい。どこ洗いますか？俺、最後、体かな。最後体。最後、お尻。これ、放送できますか？できますよ。普通に洗うところだ。そうですね。お尻ですね。じゃあ、タイムトラベルできるなら過去と未来どっちへ行く？うわ僕、最近、ゆうたくん、多分前回の放送でお話してたかと思うんですけど、最近僕もアニメ見始めたんですよ。はい。あれだね。あれですよ。バトルものの友情と愛と友情と。わかりました。じゃあこれはありがとう翔太郎です。いくよ。せーの。過去。そうですね。過去に行く。はい。翔太郎も？はい。行ってみたいですね。行って、だってね、ちょっと今のね、ノウハウとかね、あれを持って一回過去に帰りたい。そうですね、そうです。はい。じゃあ、行きます。朝起きて最初にすることは何？朝起きて最初にすること。俺もう、これしないと何もできない。これしない？ヒントは水も飲まない。口に物を入れることはない。それをしないと。朝ね。寄り添っていきましょう。寄り添って。はい。寄り添って。はい。せーの。歯磨き。イエーイ。ほら、寄り添っていけば簡単なんです。そう。じゃあ次。NCT メンバーでいつも笑っているメンバーといえば誰？これ。多いよね、でも。多いですね。みんないつも笑ってるから。笑ってないメンバーとかの方が簡単かもしれないね、逆にね。いますか？みんな笑ってるか？誰だろう。いるじゃん。もう NCT のチーム活動で、もうこの人がいれば周りが明るくなるというか。ちなみに、メイカーウィッシュもいたよ。わかるでしょ。みんなのムードメーカー。はい。これじゃあもうこれでいこう。せーの。ルーカス。寄り添ってるね。寄り添ってるね。そうですね。ルーカスがいれば、すごい和むよね。はい。僕も最初のイヤパーティーの時に初めてお会いしたんですけど、やっぱルーカスヒョンが一番なんか明るくて。そうだよね。気さくで。はい、気さくで。ね。情熱的。そう、情熱的で言うこと言ってね。すごいね、こう。明るくなるよね。はい。じゃあ、いきます。次ね。俺たちもう4問正解してるもんね。4問だよね。早いよ。NCT メンバーで一番お茶目なメンバーといえば誰？お茶目ね。お茶目なメンバー。お茶目というのは天然じゃない？天然ですか？お茶目なメンバー。お茶目なメンバー。ちなみに俺入ってると思うけどね。俺もお茶目だよ、結構。そうだよ。俺も結構お茶目だよ。ゆたくんお茶目ですかね？お茶目だよ。俺もお茶目だよ。確かに。自称お茶目だよ。自称お茶目。そう。じゃあちょっと当てずっぽで言ってみます。そうだね。これは当てずっぽで言ってみるか、じゃあ。はい。一番お茶目のメンバーです。ちょっと待って、せーの。チョンロ。俺も迷ったよ。迷いました。迷った。チョンロにしよっかなと思ったけど、これはね。確かに、ウィンウィンニョンもお茶目なイメージありますね。お茶目っていう定義が何か分かんなかったね。分かんなかったよね。じゃあ次いきます。めっちゃ頑張ったダンスの練習の後、食べるものといえば何？食べ物。ちなみに、さっき言ってたよね。甘いもの食べるって言ってた。そうですね。僕は甘いものよく食べるので。違うな。めちゃくちゃ、お腹空いてる時の、
夕食にしよう。夕食、めっちゃお腹空いてる時に夕食。そう。もう男ならこれだっていうのあるじゃん。あで、結構デカめにね。ー、でかめに。いくよ。お、せーの。おチキン肉。うわー、これはどうだ肉だけどね。チキンか。そっちか。俺ステーキかと思った。俺もでも焼肉かなっていう風な感じにも思ったんですけど。これはアウトですか？これはアウトです。抽象的だった。だから大きすぎたね。そうですね。鶏、豚、牛ね。肉ではあるけど。寄り添ってもっと。はい、すいません。もっと寄り添って。はい。じゃあ行くよ。じゃあ、友人や周りの人から言われて一番嬉しい言葉は何？おー。幅広いですね。これはさ、もう直感でいこう。はい。いくよ。せーの。よかったよ。うわー、そっちかそっちか。よかったよ、なんだ。でも、かっこいいも確かに僕も言われたら嬉しいですね。あ、でも、あれだね、翔太郎の今のよかったよは、全部が詰め込まれたよかっただ。だからそれもかっこいいは含まれてるわ。含まれてるね。これ正解だわ。正解ですよね、これは。よかったの中にかっこいいも含まれてる。だからかっこいいの中によかったも含まれてる。そうですよね。そう。大まかに言ったらね。そう。じゃあ、これわかんないけど、じゃあ次行きます。はい。カラオケでみんなと一緒に盛り上がる曲といえば何？うわ、これはもう、俺翔太郎と結構離れてるからな。あれいや、でも、僕が考える曲は、結構どの年代も。ちなみに何年までが OK なの？これって何年までなんですかね？じゃあ季節は何？卒業ソングとかなんかいろいろあるじゃん。その中に入ってる。まさにでも今、サマーソング ?Now だと思いますね。現在進行形 ?ING。ING で今も聞かれてるってこと？今もう多分、どの年代もカラオケ行ったら歌うんじゃないかなって思うんですけど。マジ？なんかのドラマの主題歌とか？ドラマの主題歌はわかんないですね。わからん。あれでも、ほんと僕なんかカラオケ行ったらこの曲っていうイメージがあるんですけど。夏ソングで。マジ？じゃあとりあえず行くか。行きますか？これ曲名ですもんね。曲名で、ちょっと待って、曲名だよね。はい。ちょっと待って、これ、ガチで恥ずかしいぞ。年齢出るぞ、これ。マジですか？ちょっと待って。夏だよね。夏の、じゃあ、行きます。はい。せーの。睡蓮花。睡蓮花湘南の風の？はい。うわー、俺も思ったよ。ですよね。あれ、ピーチって何の曲ですか？ピーチ。大塚愛さんの。俺も湘南の風だと思ったよ。思いました。でも、あれ？夏確かにね、盛り上がる。タオル振り回しながらね。そっちか。意外と俺たち知らないこと多いね。そうですね。これからだね。改めて。そうだね。知る。気づかされるね。気づかされますね。今もう5個くらい当たってるもん。はい、5問当たってますよね。じゃあ次行きます。一番かっこいいと思う漫画のキャラクターといえば誰？これはでも、僕最近見てるといったアニメがあるじゃないですか。ちなみに、そのアニメの多いじゃないですか。そうですね、多いんですけど、でも、あえて言うならば、主人公じゃないんだけど、主人公じゃないんだけど、サブ主人公みたいな。わかりました。はい。そう、それだね。俺もなりたい。4文字だよね。はい。伸ばし棒入ってるよね。伸ばし棒入ってますよね。4文字。じゃあ行きます。せーの。マイキー。イエス。じゃあ次。好きな色は何色？でもこれは、好きな色を当てるんじゃなくて、無難な色を当てよう。例えば、ファッションもそうだし、そう。この色あったら絶対多いじゃん、この色。このマイクの色もそうだしさ。そうですよね。そうですよね。はい。じゃあ、いきます。せーの。黒。黒ですよね。ですね。じゃあ、どんどんいきます。一つだけ無人島に持っていけるなら何を持っていきますか？無人島に何を持っていく？無人島だもんね。俺はあるよ、一つ。どんな？もう出るために無人島では生活しない。
体でわかる？無人島では生活しない体で。そう助けを求める体。助けを求める体で。はいはいはい。そうまあこれがあれば助かるよね。そう近くに何かが通った時とかにそう助かるよねっていう。そう夏のあれにしよう。夏のヒューそっち来ましたか。はいじゃあいきます。なんかこれもめちゃくちゃだね。めちゃくちゃですね。じゃあいきます。せーの。花火。イエス。ロケット花火だよね。ロケット花火。ありがとう合わせてくれて。これ企画大丈夫ですか？全然大丈夫。じゃあいきます。やっぱこの人のダンスは世界一と思うアーティストは誰？これ多分誰もがダンスキングオブダンスと言ったらもうこれはちょっと簡単かもしれないね。はいそうですよね。誰もが憧れるですね。誰もが憧れる。せーの。マイケル・ジャクソン。8問目ね。明日地球が終わるなら最後のご飯は何にする？それはさっき言った肉系に入ってる？そうですね。僕想像したのは肉系に入っています。じゃあ寄り添うわ今回は。本当ですか？そう寄り添うどうしよう、寄り添ってきて離れてっちゃったらどうしましょう。寄り添います今回は。さっき言ってたやつだもんね。そうですよね。これはじゃあ寄り添いますか。じゃあせーの。チキン。ありがとうございます。じゃあこれ今もう9問目だもんね。じゃあラストね。これで終わらせよう。これで終わらせましょう。夏にクーラーのない部屋、冬に暖房のない部屋。住むならどっち？夏にクーラーのない部屋、冬に暖房のない部屋。どっちの方が好き？夏、冬？僕はでも冬ですね。冬。なぜなら夏は暑いから、とても。でも俺もそっちかもしれないな。本当ですか？夏が好きだったのね、昔は。でもやっぱこう最近ね、夏暑いよね。そうですよね。夏暑くなってるよね。今多分だんだん暑くなってる気がします。俺たちが子供の時より全然暑くなってるよね。そうということを踏まえてね、夏にクーラーのない部屋か冬に暖房のない部屋。これはね多分俺も一緒の答えだと思う。一緒ですか？じゃあせーの。冬に暖房のない部屋。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いらっしゃいませ。ということで10個答えが合いましたのでここで終了とさせていただきます。カン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 。いやどうでしたか？そうですね。ちょっと合わせにいった感は否めないね。否めないですよね。まあでもなんかこれをやることでゆうたくんのことをまた一つ知れたんじゃないかと思うんですけど。本当？それはありがたい。どうですか、ゆうたみの皆さん。ゆうたみのみんなも多分揃えるの難しいと思うよ。そうですかね。俺たち多分早い方だと思うよ。そうですね。じゃあ今日はね、翔太郎くんがみんなにお届けしたい曲を1曲持ってきてくれたので、ここでご紹介してもらおうかなと思います。こちら少し前のアルバムになるんですけど、J. コールのクロックドスマイルフューチャリング TLC の曲ですね。最近たまたまなんかこの曲がどっかの SNS で流れてきて、うわ、この曲めちゃくちゃラップかっこいいと思って聴いたのがきっかけなんですけど、それで今ちょっとハマっているというか。ちなみに翔太郎はさ、こういうヒップホップを聴きながらちょっと自分で、振り付けを考えたりもするわけ？しますね。だからじゃあそういった方にもおすすめの曲ってことだね。そうですね。OK です。わかりました。じゃあ曲紹介お願いします。クロックドスマイル J. コールフューチャリング TLC お聴きください。ここで番組からのお知らせです。ニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにあるインター FM チャンネルはもうチェックしてくれましたか？スマートニュースのチャンネルプラスとはスマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで日米で1000チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。このスマートニュースのインター FM チャンネルには NCT127 ユータのユータアットホームのスペシャルコンテンツがあります。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード。一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。
あとは NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけです。ぜひチャンネルを追加して毎週チェックしてみてください。以上お知らせでした。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたと翔太郎、題して醤油の夏休みスペシャル。今日はいかがでしたか、翔太郎くん。そうですね、前回よりもちょっと緊張がほどけたような。本当？はい。もっとね喋ってもらっても全然構わない。本当ですか？うんそれとなんか10問当たるまで帰れません。そうだね、意外ときつかったね。そうですね、意外とこれ合わないものも多いな。ね、だからあれだよ、これもはい、何が大切かっていうと、はい、寄り添い方。寄り添い方。距離感が大事だよっていうこと。なるほど。さすがです先輩。栄養に言うたな。栄養に言うたな。ということで、来週もね一緒にお届けしますので、来週もよろしくお願いします。翔太郎くん、早口言葉はまあいきなりなんですけど、早口言葉得意ですか？早口言葉、得意ではないですね。ちなみにこれ言える？3回だよ。除雪作業中。3回ですか？3回。ちょっとやってみます。除雪車除雪作業中、除雪車除雪作業中、除雪車除雪作業中。まあまあだね。俺すごいうまいの。もうすごいうまい。そう。もう早口言葉って言ったら言うたって言われても言うたみんなに。そう。本当ですか？だからそう、まあ来週ねもしかしたら使うかもしれないのでね、練習しておいてみてください。ちょっと舌をほぐしてきて次は。ほぐしていきます。わかりました。さて、これからもね皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それでは NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうた、そして NCT の翔太郎でした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ。除雪作業中。This program was brought to you by Sumato News. Sound 君を笑わせたい clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾くスイートーン。スマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたアットホームへようこそ。先週から番組で翔太郎をゲストに迎えてお届けしていますが、皆さん聞いてくれましたか？翔太郎はすごく緊張していたみたいです。そんな翔太郎について僕が知っている本当の彼の姿、いいやつだなと思うところを3つ皆さんにご紹介したいと思います。その1、まあもうこれはビジュアル的な部分でもそうなんですけど、すごい愛らしくて笑顔が素敵なところですね。でその2はすごいホワホワしていて、こうなんていうかな、何かをしてもこういいよ翔太郎って言ってあげたくなるところで、その3で、可愛いイメージを持ってると思うんだけど、実は真の部分ではすごい熱くて負けず嫌いなところもあったりして、なんかそういうところがなんていうんですか、ギャップの魅力っていうんですかので、すごくいいなと思っています。はい、ぜひ翔太郎のゲスト会の放送もチェックしてみてください。以上、ゆうた通信でした。ではみんないってらっしゃい。また来週。バイバイ。うん